ザク2、機体解説。ジオン公国軍は MS-05 ザク1を開発して実戦投入を行った後、熱核反応炉を更新してパイプを利用した冷却システムを導入した新型機として MS-06 ザク2を開発した。MS-06 は MS-05 から全面的な再設計が行われており、完成時の形状が異なったことから、新たな形式番号が与えられた。MS-06 ザク2の初の量産型は A 型であり、さほど生産されなかった同機を引き継ぐ形で、C 型が生産され、開戦初期の主力として運用される。そして C 型と同様の外観を持ちながらも、最も生産された機種が F 型 MS-06F である。UC0079 年1月からの1年戦争開戦後、ブリティッシュ作戦を敢行した1週間戦争時点で MS-06 は A、C、F 型が運用されていた。また、開戦時にブリティッシュ作戦に従軍した本機の部隊は長時間の冷却剤タンクを背負っての作業にあたって、次々と連邦軍に撃墜され、優秀なパイロットを同時に多数失っている。MS-06 ザク2の1年戦争中の生産機数は、派生機を含めた連邦、ジオン両軍を通して最高の生産数とされる。総生産数については諸説あり、ガンダムセンチュリでは、ザク1を含めて約8000機、そのうち F 型は3246機で最多としているが、バンダイ発行の B クラブ70号では、派生機を含めた総生産数を4000機としており、それに次ぐのが派生機を含めた総生産数3800機となる事務としている。機体構造、熱核融合炉 A、C 型はザズ社のザズ MI11、F 型はジオニック社と M&Y 公社が共同開発した F56MIFGM3ES を採用。以後も S 型、J 型、R2P 型と仕様変更ごとにモデルチェンジを繰り返している。一方で F 型に搭載されたものを ZAZMI11 と記載した資料も複数あるが、オフィシャルズではこうした際を新型ジェネレータに刷新されたことによる混乱とみなし整合性が図られている。冷却システム。従来式ではロケット噴射の際に燃料となる流体水素に熱を吸収させて廃棄する方式をとっていたが、これでは燃料の消費に伴い動力炉の出力を抑えなければいけない欠点があったため、MS-06 では排熱をモビルスーツの機体構造全体に分散吸収させる方式をとった。ただし、このシステムは全力戦闘した際に機体表面の温度が数百度まで加熱されるため、帰還後は艦内での冷却が必要となる。駆動方式、動力で発生したエネルギーをパルスコンバーターによって流体内部のパルス上圧力に変換し、それを流体パイプに導いた後、間接駆動用ロータリーシリンダーに極超音速で伝達させる流体内パルスシステムを採用する。これは油圧と比較し、作動スピードが速く、電動モーターと比較し、重量が小さく、機構が簡単な利点があった。同機構は、モビルスーツの巨大な手足を先端の加速 100G 以上で加速させることが可能であり、アンバックの際は3秒以内に180度の姿勢変化も行える。パイプ、旋具型の MS-05 ザク1とは異なり、駆動用の流体チューブを収納するパイプが機体各部に露出している。動力パイプが機体外部に露出することにより、内部に余裕が生まれ改良が容易となった。コクピット、製造時期によって差異はあるが、左胸部から乗り込み、搭乗後はシートがスライドして右胸部に移動する方式をとる。また、胸部ハッチを展開し、シートを射出する脱出機構も備える。推進機。推進機は化学ロケットを使用するとした資料、熱核ロケットエンジンを採用したとする資料が見られる。ランドセル。簡単に着脱可能で、任務に応じてオプション装備に換装可能。ガンダムセンチュリーでは、行動時間延長のため C 型に巨大な冷却剤及びロケット燃料のタンクをランドセルとして装備した機体が登場。宇宙世紀78年に完成するが、開戦を控えた時期でもあるため、オプション装備として生産されるブリティッシュ作戦の準備段階におけるスペースコロニーの補強や核パルス推進システムの取り付け作業に使用されるが、機動性が著しく低下しており、作業中に撃墜される機体が後を絶たず、
優秀なパイロットを多く失っている。後の93年にネオジオンで運用されたギラ動画は、これをそのまま標準装備としている。装甲、超高スチール合金、超高張力鋼、実在する素材と記述される。一方で、チタン系超高合金による複合装甲とした資料も見られる。装甲車両のバルカン砲を弾き返せる強度を持つ。ボディ、フレームレスのモノコック構造を採用する。カメラ、メインカメラにはモノアイを採用。同部位にはレーザーや赤外線センサーによる探知装置が内蔵されており、ミノフスキー粒子下においても正確な射撃が行える。また、モノアイだけでは機体各部に死角が生まれることから、十数機のサブカメラも設置される。スパイクアーマー、剣部に装備。MS-05 が開発された時点で、対抗兵器の開発の可能性が示唆され、採用された格闘専用の装備、シールド、右剣部に大型の複合装甲盾を備える。漫画 MSVR 工芸の新松永第3巻では、これについて、全面投影面積が最も少なくなる最適な攻撃姿勢、ザクマシンガンを構えた宇宙での突撃姿勢を取った場合、シールドの角が前に来る形となり、防御面積が最大になると、同時に傾斜走行を形成し、長弾による被害の軽減を目的としているとされ、対艦攻撃の際に有効であったことが実証されていることが、エリオット・レム少佐、当時をはじめとする登場人物のセリフで説明されている。マルチブレードアンテナ、ブレードアンテナとも呼ばれ、一部機体の頭頂部に装備されている。ザク1から採用され、以後様々な軍で採用されるモビルスーツの基本的な仕様となる。当初は単なるツの飾りであったが、一般機より多くの通信を送受信するための増幅器が組み込まれるようになる。ただし、その効果は非常に狭い範囲に限定される。小隊単位で行動するモビルスーツ編隊にはかなりの頻度でこれを装備した機体が含まれており、前線においては隊長マークとして機能していたようだとされる。いくつかのバリエーションが存在するが、機能面ではほとんど差がない。指揮官用と言われる S 型の特徴として取り沙汰されることが多いが、F 型の指揮官機など、量産型にも装備されている。武装、ザクマシンガン、ザクが使用するモビルスーツ用マシンガンの総称、通称はザクマシンガンであるが、ライフルと表記した資料も見られる。接近専用の装備とも称され、単発と連射の切り替えが可能。弾薬は主に薬室上部の円盤型弾倉、パンマガジン。ただし、設定上の故障は、ドラムマガジンから供給される。状況に応じて、破壊力を重視した榴弾や鉄鋼榴弾を使用する。ポケットの中の戦争フィルムブック2巻によると、当初は従来式の大砲に発射スイッチを仕掛けた単純なものを想定していたが、重量や反動での損傷、宇宙空間での姿勢制御など、多数の問題点から方針を変更。続いて、一時以下で400から500メートル秒程度で、局射弾道の射撃を行うことを目指したが、モビルスーツが戦艦に肉薄できると判明したことで、初速への要求値が100メートル秒に引き下げられる。さらに、断続的な射撃より、連射が有効と判断され、低反動低初速で榴弾を連射するというコンセプトで、開発が進行した。機構はガス圧式や反動利用式などが上がっていたが、最終的に電気作動式が採用されている。チャンネル登録、高評価お願いします。